はい、皆さんこんにちは。リターンライダー63です。今日はですね、先ほどまで雨降ってたんですね。でどうしてもバイク乗りたかったので、雨が止んだと同時に出てきました。まだちょっとね、天気がねちょっと不安なんですけど、今日は一人です。一人ですけど、今度妻と一緒に走ってみたいなと思うようなところがあるので、そこをちょっと下見してこようと思っています。途中で大雨にならないことを祈るだけです。まあ雨は天気予報では10時過ぎぐらいからもう少しずつ天気は回復に向かうような予報にはなってはいるんですけど、なんせこれから山の方に向かうので、山の向かう方角はちょっと黒っぽい雲がねまだねいっぱいありますね。海の方に行けば今日は晴れてくる確率が高いそうなんですけど、当初はちょっと海の方に行ってちょっと箱根短パイクあたり行ってみようかなと思ったんですが、圏央道が何しろ渋滞を見たらですね、道路の状況を見たらもうベタ混みなんですよね。圏央道がもう混んでるとこ走るの嫌なんで、かといってね高速道路といえども間すり抜けていくのはもう私大嫌いなんで、渋滞を車と一緒に発進停止もちょっとごめんかなと思ったんで、今日は別のところ、2カ所予定してたんで、もうそのもう一方の方ですね、これから向かっていきたいと思います。この R1250RS このバイクもですね、もうそろそろ初回点検にも行かないといけないのかなっていう感じになってきました。初回点検終わると、いわゆる回転リミッターも取れるので、結構パワフルにですね走ることができるのかなっていうふうに思う。今でも十分パワフルなんですけど、もっともっと楽しい、乗り方ができるのかなっていうふうに思ってます。行く途中いろいろとね、初心者ライダーの皆さんの参考になるようなお話をしながら行ければいいなと思ってますけど、まず何はともあれね、バイクは楽しく乗んなきゃダメですよね。楽しくバイクを乗るためにどうすればいいのか講座みたいな。まず第一はですね、安全にゆっくりと乗ることだと私は思いますよ。速度オーバーしてね、峠道を限界の域まで倒してカーブを突っ込んでてね、こけるかもしれないなんて緊張感を漂わせながらねすっ飛んでいくっていう人もいますけど、これじゃあちょっとバイクが楽しいって言えるのかどうかね。乗ってる時ね、緊張の連続ですよね。おそらくですよ、レース場で走ってるレーサーではないので、ちゃんと走り方も教わってないしコース取りも教わってない人が走ってるので、不安でしょうがないと思うんですよね。走ってる最中このカーブはこの速度で行けんのかどうかなんてね。で通り過ぎたら行けたよみたいな、次はもっと速度出してみようみたいな、そういう考えで乗ってる方結構いるんじゃないですか。これじゃあねバイクを楽しく乗るなんていうのはありえないですよね。本来のバイクライフはもっと違うもの、次元が違うところにあるんですよね。ですので、ルールを守りながらね安全を意識して、でゆっくりとね景色、それからなんですかね、風、音、自然のそういった現象を肌で感じながら走っていくっていうのが楽しい乗り方の一つだと私は思います。
で2つ目はね、やっぱりその、初心者の方は大変だと思いますけども、技量を高めるということですかね。2つ目はね、方法としてはいろんな方法があると思うんですけど、やっぱりそのね、未熟な状態よりもある程度練度を重ねて、熟した走り方ができると、それはそれで一番いいんじゃないのかな。精神的にゆとりもできますしね、そのためには、数多く乗ることも大事ですけども、ライディングスクールに行ったりとか、あと場所があればね、そういった広場みたいなところでね、練習ができれば一番いいんですけど、なかなかそういう場所もないのでね、警察がよくやってるライディングスクール行ったりとか、教習所の中でもコース開放って言ってね、コースを貸してくれる教習所さんもあるみたいですから、そういうところを利用するとかね、街乗りでも練習を兼ねた乗り方っていうのは十分できるので、ご近所をぐるぐる回るだけでも全然違いますからね。で、自分が走りやすい道を見つけることですかね。最初はね、この道走りやすいとかね、いう道を見つけて、そのカーブなり、坂だったり、そういったところで自分がこの道好きだっていう場所を何度も走る。そして練度を重ねていって、技量を上げていくっていうのもいいのかなというふうに思いますね。ですから2つ目は技量を上げていくということですかね。3つ目はですね、やっぱり楽しくバイクに乗るには装備品、プロテクターとか服とか靴とか手袋とか、こういったものをちゃんとですね身につけて乗ることが大切だと思います。やっぱりこういったものがあればね、つけていれば、私も全部つけてますけど、やっぱり精神的にも全然違うと思うんですよね。生身の体ですから、何もつけないで、プロテクターとか何もつけないで乗るよりはつけておいた方が、もし何かあった時の用心として精神的にね、楽ではないのかなというふうに思いますから、こういう装備品をしっかりつけるっていうこともバイクを楽しく乗る、ポイントの一つだと私は思います。4つ目はやっぱりそのバイクに興味を持つ、ね、バイクが好きだと思うんですよ。好きだと思うんですけど、いろんなね、バイクのなんですかね、整備までやれとは言いませんが、バイクがどんなシステムっていうかね、作りになっているのかとか、どういうエンジンの形になっているとか、チェーンはどうなのかとか、タイヤはどうなのかとか、空気圧はどうやって調整すればいいのかとか、いろいろあるんですね、バイクっていうのは。そういったことにやっぱり興味を持つっていうのは、バイクを楽しく乗る一つだと私は思います。いろんな雑誌も出てるので、雑誌を読むと書いてありますからね、そういう雑誌を読んでですね、覚えるというかね、参考にするっていうのも、バイクを楽しく乗る一つの秘訣じゃないかなというふうに思います。で、あと、5つ目になるんですかね。5つ目はね、やっぱり健康な体にいるってことですね。健康でないと
バイクはね乗れません。その車より体力使いますからね。常にニーグリップをしてバランスを取りながら走ってますから、ね、ですのでやはり体力を使いますからね、常に健康でいなければいけないというふうに思います。今日ちょっと疲れてるけどバイク乗りたいな、どうしようかなと思った時には乗らないことですね。まあ今日調子いいからな乗ろうって、調子いいからうんぬんっていうとこまでは要求はしませんが、普通の、健康状態を保っていればいいんじゃないかなと思いますけどね。健康であるっていうことは大事かな。そういうことですね。そういったことをポイントに置いてバイクに乗られれば楽しいバイクライフというかですね、続けていくことができるんじゃないかなというふうに思います。どうか、楽しくバイク乗ってくださいよ、バイクに乗ることが苦痛だなんてね、ありえないと思うんですけど、中にはいるのかな暑いと嫌だとかね、寒いと嫌だ、それはそれでいいんですよ。それとなんですかね、バイクを楽しく乗れないっていうのは別の話なんで、季節のいい時にね、自分の春とか秋とか季節のいい時だけに乗るっていうのも一つの方法だと思いますけどね。それはそれでいいんじゃないですかね。ぜひ楽しんでください。これからねもうだいぶ涼しくはなってきてます。こう走ってる風なんかもう全然もう涼しいですよ。今メッシュの上下を着てるんですけど、途中でちょっと寒くなると困ると思って後ろに今日はバッグをつけてるんですけど、バッグの中にこの上着の中に着るインナーのウィンドブレーカーを1枚入れてきてます。途中で寒くなったら着ようと思ってます。ブルブル震えながらねバイク乗るのも体が硬くなってしまって危険なので、やっぱりそういう準備も必要だと思いますよ。私のブログをご覧の皆様、安全運転でね、事故を起こさないように運転してください。お願いします。事故を起こす原因っていうのはいろいろあるんですけど、事故が一番多く発生する場所っていうのはやっぱり交差点なんですよ。交差点もう統計上もうこれは間違いない話なんで、私昔そういう仕事もやってましたので、なんで交差点が事故が多発するかというと、別々の流れの交通が交わる場所ですね。交わるところっていうのをいろんなものが滞ってね、ぶつかる可能性が上がるんですよ。そういう交わりがないこういう端路でまっすぐ走っている状況の中で事故ってそう起きるもんじゃない。ですので交差点に近づいたらより緊張感を増してですね、何が起きるか分かりませんから、交差点ってね多方面いろんなところから人や車自転車ね来ますので、注意してね、走っていただきたいと思います。だから交差点に差し掛かる前ではね、アクセルをちょっと戻すとかね、ブレーキにちょっと手をかけておくとかっていう、下準備も大切なんですよ。そういう準備もなく、ただぼーっと漫然とね交差点を過ぎていて、突然何か信号無視した車とか自転車が来た時にもう対応遅れちゃうんだよね。時速40キロで走ってたって1秒間で12メーター走っちゃうんですよ。車とかバイクは12メーター時速40キロで1秒間カッチッと1秒間で12メーターそんな距離走ってしまうのに、あらららなんて言ってる間にはもうぶつかっちゃう。
だ瞬時に行動できるようにしておかないといけないので、事前準備っていうのはとっても大事です。で、事故を起こす原因、私はね、いろんなもん、この警察にいてそういう仕事をした中で、私自身が思ったことはやっぱりね、速度ですよ。スピードの出しすぎ、これはね、やっぱり大きな事故につながりますし、速度の出しすぎがなくなれば事故は大幅に私は減ると思いますね。1秒間に40キロで12メートル走るって言いましたね。速度が上がればさらにその距離が伸びるわけですよ。そうなるともう人間がね、対処する時間がどんどん短くなってくる。もう間に合わないんですよね。ですから速度は、そのために制限速度っていうのを設けてるわけですけどね、その制限速度を目途にですね走っていけば、だいぶ事故の発生する可能性は抑えられるということですよ。なんせ特にこのバイクはね、速度です。速度出しすぎるとね、制動能力っていうのは車よりも悪いですから、バイクの方が悪いんだよ。だって車4つのタイヤで止めるでしょ。バイクって2つのタイヤでしか止められないから、制動能力は当然落ちるわけですよ、車に比べたらね。ですからそういうことも頭に入れてバイクに乗ってもらわないと事故はなくならないんですよ。ですからで、さっき交差点の話をちょっとしましたけど、最近ね、右折と直進の事故が非常に多くて、バイクね、右折する車と直進するバイクが交差点で衝突する事故が非常に増えているそうです。特に今年ね。で、なぜそういうことが起きるかっていうと、右折する車から見て対向から来る直進してくるバイクっていうのは、バイク自身が小さいじゃないですか、大きさね、車に比べたら。だから遠くにまだいるように見えてしまうんですよ。じゃあまだ遠くだから大丈夫だろうって右折を始めたら、もうすぐそばにいるみたいな、もう目の錯覚が起きるんですね、ドライバーからしてみると。で、そういう現象が起きてるということをバイクに乗ってる方々は常に認識をして走ってくださいね。交差点でまっすぐ直進で行った時に右折をしようとしてる車が正面に見えた。ただその車は自分をどう捉えているのかっていうのをよく気にして交差点に入っていくんですよ。できればね、ギア一つを通して減速するとかね、もう最低限スロットルを戻してブレーキに手をかけておくとか、そのぐらいの準備はしておいてもいいのかな。そういうこともあってね、バイク直進と車の右折ですかね、もう事故が非常に増えています。気をつけてください。そんなこと言ってる間になんか霧雨みたいに降ってきちゃいましたね。いや、これ雨なのかな。雨降んないでほしいな。もう降ってますけどね。あんまり強くなるようだったらちょっと U ターンかな、目的地変更みたいにするしかないのかな。路面はだいぶ湿潤状態ですね、これ次の橋でU ターンして別なルートで取ります。おそらくこのまま行くと結構な雨降りじゃないかなと。山の方はもうね、雲がだいぶ下まで降りてますから、せっかくモードレインっていうのがあるのにレインにするの忘れてました今しました。ご
面が散々濡れてんのにねようやっとまだねこのバイクにまあなんだそういう使い方が慣れてないんだよね。あでも前のエッセンもあったんだけど、エッセンの時はまず雨がなかったからな。レインにした途端なんか走りが安定したような、気のせいでしょうけどね。全く気のせいだと思いますけど、バイクがびしょ濡れになる前にもうびしょ濡れなんでしょうけど、ここで左にぐるっと回って戻っていきます。GoPro は大丈夫なのかな。 GoPro もしレンズのとこ水で濡れてたら申し訳ありません。ヘルメットのシールドもねだいぶなんだろう雨粒がついてますけど、霧雨の雨なんで、霧雨の雨って濡れるんだね。これ左行きます。これ左です。吉野街道で戻ります。今日は山の方ダメですね多分ね。結構バイク行ってますけど今日はちょっと向こうの方やばいんじゃないかなと思いますね。